どうもこんにちは、岸ゴムです。今日はスケッチ講座をしたいと思います。今までにいろんなスケッチの方法を YouTube や各 SNS を通して発信してきましたが、今回は設計図のように描くスケッチの方法をお伝えしたいと思います。というのも、僕はこういうスケッチ配信やイラストレーターとして活動している傍ら、機械設計のエンジニアとしても働いています。でその時に図面っていうのを描くんですけども、その図面の描き方がスケッチにも結構通じるものがあって、でそれを今回お伝えしようかなと思ってます。よろしくお願いします。ということで、今回の動画は設計図のように建物を組み立てる方法をお伝えしたいと思います。消しゴム채널。ここでちょっとお知らせ。なんとスケッチ本を書きました。気になった方はぜひ買っていただけると嬉しいです。詳しい情報は概要欄を見てください。よろしくお願いします。実際に設計図の考え方をスケッチに応用するっていうのは後で説明するので、まずは設計図とはどういうものなのかっていうのを簡単に説明します。設計図というのは正面図と、あとは言い方が違うかもしれないですけど、上面図と、あとは側面図のこれを合わせて正面、上面、側面の3つあるので三面図、これ合わせ三面図って言うんですけども、これで成り立ってるのがまず設計図、いわゆる図面っていうやつですね。でこれだけだとちょっと分かりづらいと思いますので、こちらの工業製品を実際の正面図、上面図、側面図で図面化してみたいと思います。これ何かっていうと、僕が普段携帯とか Apple Watch とか、あとは MacBook とかを充電している電源ですね。これを書きます。でまず正面図っていうのが一番情報を入れたい正面から見たものなんで、イメージ的にはこういう感じで、上面図っていうのはこの正面図から見て上から見た図、つまりこんな感じが、上面図になります。で側面図っていうのが右から見たら右側面図で、左から見たら左側面図になるんですけども、こんな感じになります。ちょっとこれを書いてみますと、はい、こんな感じになります。まず実際正面図のここの、コンセントの部分が本当は幅もっと狭いんですけども、ちょっと間違えて広く書いちゃいましたけど、だいたいこんな感じになります。先ほどお伝えした通り、ここに見えてるのが、これがいわゆる正面から見てるので、これが正面図になります。でこれが上面図で、これが左側面図っていう風になります。で実際に寸法入れるときは、今回やんないですけど、こういう感じで図面化していくのが機械設計における図面になります。でこの図面がなんで今回役立つかっていうと、今回みたいなこういうシンプルなものが正直直接こんな分解して書かずにいいと思うんですけども、建物とかを斜めから見たものをスケッチしたいっていう時に、建物の右側と正面側にいろんな複雑なものがあって書きづらいっていうことが多々あるんですね。なので今回は今ここに見えているヨーロッパ風の建物を実際にまずはこういう風に分解して、その上でそれらを組み立てていく方法をご紹介したいと思います。では実際にこの建物を描いてみたいと思います。この建物を見ると、左側の方を正面図として、右側の方を右側面図みたいな感じで描くとうまくいくかなと思います。まず僕がよくやるのは、この建物をもう簡単な四角みたいな感じと三角のようなシンプルな図形で考えることから始めます。でそれができたら、正面図と右側面図をペタッと貼り合わせるみたいなイメージで書いてますね。というのも、この建物をシンプルに描くと、こういう右側がこういう感じで、こういう感じの建物だと思ってます。この今斜線で描いてるところを正面図として描いて、でこの右側のところを右側面図として描く。イメージ的にはこの赤色を正面図として描いて、これ左じゃないんですね、すみません、右ですね。右側面図として描けます。まず正面図の方を、これもすごいシンプルに考えればいいと思うんですけども、正面からこの建物を見るとこういう形になっていると思います。この時もなるべくシンプルな感じで描くといいと思います。で外形が描けましたら、次は1階と2階を隔てている屋根みたいな雨よけみたいなの線がここにあっ
て、でこれがこう下に降りてるのが分かると思います。こんな感じですね。でそれを支えるこう柱があって、でこの1階部分は写真から見るとあんまり暗くて分かんないんですけども、なんか真ん中に扉みたいのと、あと左右になんかこんな感じの扉みたいなのがありますね。で手前側に多くの庭が生い茂ってるよみたいな、こういう感じになってると思います。でここの2階部分はこういう梁があったりとか、こんな感じですね。こういうのがあったり、あとここに窓みたいなのがあって、こんな感じですね。こんな感じが正面図だと思います。であとはこの1階部分のところに簡単な屋根をかけば、これがいわゆる正面図になります。で次に右側の、右側面図を描くと、同じように2階の屋根がこんな感じであって、この辺に煙突みたいなのがありますね。ここまでは煙突描かないといけないですね。煙突みたいなのがあって、で下に1階部分がありまして、こう2つの1階2階を分けるような柱みたいなのがあって、こんな感じですね。でこの辺に植物がある。で最後に屋根の模様を描いてあげると、これがざっくり右側面になります。でこの情報をただ単にペタッと貼ればいいです。こう正面図と右側面図に分解する一番のメリットは、窓とかこういう装飾が簡単に描けるっていうところなんですね。例えばこれをイメージせずにこのまま描くと、アース法っていう考え方を知らないとちょっと崩れがちなんですけども、これを知ってると、簡単に描くことができます。どういうことかっていうと、例えばじゃあこれをもう一回ここの下に描くと、はい、こんな感じの箱だと思います。この正面図をこうペタッと貼るときに、例えばここの屋根の終わりと右のこの終わりの部分と左の終わりの部分がこう垂直になってるじゃないですか。だけどもこう実際にガイドを引くと、ここの部分とここの部分をつなぐ、正面図でいうとここの部分とこの部分をつなぐっていうイメージで、ただにここの支点と終点をこうつないであげればいいんだとか、あとはここですね、この部分がここに当たってこの部分が大体ここに当たるんですけども、これをこの考え方でこっちも同様に、この正面で考えるとこの感覚をこのままこっちにトレースするとより分かりやすいみたいな、そんな、ところがあります。ここの日とここの日を合わせる感じでつないでいくイメージですね。なのでこの屋根のここの三角形の部分もこれと同じように、この屋根の頂点からこう下にこう伸びてますよね。こんな感じですね。あとはそれに対してこう2本あって、こちら側もですね、これ本当写真は3本なんですけど、すいません、ちょっと2本で横着させてください。屋根の間に窓がありますが、こちらもこことここからの距離をこう考えて、このような感じでトレースをしてあげると、こんな感じで本当これをこう貼っていくイメージで描くといいと思います。屋根についてもここの1階部分がここの比率を考えてあげて、この辺かなっていうところにこう高さを揃えてあげながらこうつなげていくと、こんなイメージですね。ちょっとここのバランスがおかしくなっちゃいましたけども、これはスケッチの良さで、味となるんじゃないかなって思います。であとは1階部分のこの3つの扉的なものをこんな感じかなと書いてあげて、で手前にあるこういろんな植物を描きます。で最後にこの屋根の部分の模様も同じようにこんな感じで描いてあげます。で同様に右側面図も描いていきます。
煙突もここの側面図のこの部分とこの部分のこのちょうど真ん中ぐらいに書いてあげたり、あとはこう1階と2階を隔てる梁みたいのはこの高さ、この部分のちょうどど真ん中ぐらいかなっていうイメージでこれを見ながら書いてあげると。で次こう縦線はこの右側面図のだいたい真ん中中心だなってことで、ここもここの線とこの線のこの真ん中ぐらいのところにこう針を引いてあげるみたいな、こんな感じで。この窓とかも同じ考え方で、この横に対してこのぐらい、この横に対してこのぐらいみたいな感じで書いていくと何かとうまくいくと思います。はい、こんな感じで描けました。慣れてれば最初からバーンとスケッチすることもできるんですけども、しっかり構造を理解してこう縦横比を正面右側面で考えながらそれを当て込んでいくっていう感じの方が割とうまくいくと思います。でここからこれも動画にしたと思うんですけども、建物の影の付け方を入れていきたいと思います。はい、今回は設計図を描くように建物を組み立てる方法をご紹介させていただきました。建物をスケッチするときは僕もそうですけども、やっぱり正面とか側面から見た方が圧倒的に描きやすいです。それはなぜかっていうと、線の組み合わせが縦とか横とかが垂直なんですね。斜めから見ると斜めに描かないといけないとかありますが、なので正面と側面図みたいな感じで、まずは建物をシンプルにして、それを斜めから見た四角い箱にこう当てはめていくみたいな、そんなイメージでスケッチすると意外とうまくいくかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上になります。他の動画も見てください。バイバイ。